っぱりどっかこう社会に不適合というか、そういう人たちの話だよね。でそういう人たちっていうのは俺たちもそうだよなって感じあんまり適合してないぞと。でその辺で非常にこうある種こうシンパシーとかやる気が起きるというかね、そういう気持ちになる。監督のメモっていうのがあってね、監督の音楽ノートっていうのは非常によくできてて、その M ナンバーがあるじゃない。例えば銀のテーマでもいいや、そういうのがあると横にメモが書いてある。これは、例えばパスカル・コムラードという人のアルバムの何曲目の感じというところまで割と具体的に監督の中でイメージあったんで、ここは、いわゆる追っかけるチェイスのシーンではあるがオフビートの感じでとかさ、しかしスカとかレゲエみたいな間抜けな感じがあった方がいいですねとか、そういうようなことが非常にやりやすかったよね。ムーンライダーズというバンド6人が関わっているにもかかわらず、他人の曲聴くとおかしくて、全体聴くとトーンは一色だよね。一色っていうかまとまっているよね。6人点でバラバラに作っているわけだよ。で録音してる場所も違うわけだ。このスタジオで撮ってる人もいるし、自宅で仕上げてしまう人もいるしという場所も違うんだが、最終的にね全部聞くと一本の映画音楽してるじゃないってことになって、でそれは長年一緒にやってるんで仕方がないっていうか、まあそれはいい方向に出るわけだけど、こういうテーマでやっていくぞっていう時にしっかり皆さんやってきますよね。録音していくうちにだんだんこうどっかで変なことやってやろうっていうのはみんな通常そうなんで、その変なことをみんなやってるのがまずあって、でそれに対してさらに変な音を持ってきた人がいて、それを重ねていくうちにすごい珍妙なるものになってきたなと。で珍妙なるものっていうのは監督の狙いなんじゃないかなという気がしていたので。まずスタートはですね、エンディングテーマをまず作りましょうという。でエンディングでとにかく東京タワーが踊りたい。でこれをどのリズムで踊らすかで、レゲエがいいんじゃないかなと思うんですよねというような話がありつつ、じゃあレゲエで作曲するのかなというようなことを考えてはいたんだけど、その後連絡があって、大工をぜひ使いたいと。で大工を使いたい、最後にね。それで東京タワーを踊りたい。じゃあレゲエか、レゲエで大工やってみようかっていうようなことになる。バンド内でまず私が叩き台のアレンジした、ものを作って、でそれを一応メールもしくはインターネット上のハードディスクに置いといて、でこういうのできたんだけどアイデア募集っていうことをやるわけで、やって、でまたオーディオのデータが来る。ドラムの柏淵君とかは、ドラム1セット分送ってきたり等々してるうちに、まあレコーディングに入ろうという時に膨大なトラック数になるわけだね。みんなが持ってきたデータ、私のベーシックなデータ、それと生で全員撮る。で撮ってみて、一回生で全員撮ったやつにそれと合体させると。だからとてつもなくたくさんの音が入ってる。それはね当初から 5.1 と聞いていたので、エンディングテーマだと 5.1 を存分に使える。それ用に、だからドラムも5セットぐらい入ってるし、ベースも 4か5か大量に入ってると。3度ぐらい書き直してるかな。監督が出だしから派手にい
きたいなと思って、テンポをもっと上げてくれっていう、そういうようなこと。最初に作ったやつよりもはるかに私が作るような曲、要するに私がいつも作るような曲によりなったと思う。最初のは割ともうちょっと映画音楽っぽかった。だからそこで監督がもうちょっと圭一さんの個性出してくださいよ、お願いしますよっていうような感じで、要するに着地しないようなメロディーなんだよ。でどんどん転調していくし、でそれが監督に言われてみて、ああそうか私の個性かっていうような、逆に気づくようなところだよね。アニメは面白い。その映像もゼロから作っていくわけで、それに対して作る音楽っていうのもやっぱりゼロから作っていくわけだよ。生で演奏する人がいない状態なわけで、今の我々の主流は。非常に似た作り方なんで、そこがバッと寄り添った瞬間非常に面白いよね。